構いい感じになるんじゃないかな。びっくりしますね本当に。こんなの手で作れるのって。はい、どうもこんにちは。今日はアデレードの靴をやっていきます。前回何日やったんだっけ。出し縫いですね。出し縫いをして糸を染めたんですよね。で目付けをもう一回やり直した。であの後もうちょっとね目付けをやりました。ウィールを使ってこのウィールをねもう一回温めてこうやって転がしてこんな感じでかなり深めにしっかりめに目付けをしました。出し縫いの糸とこのウィールのギザギザがこう一体化してほとんどね縫ってある縫い糸が見えないですね。はい、これを狙ってやりました。ちゃんと裏面見れば分かります。縫ってありますね。で今回は小橋上げなんでこのコバを整えていきますね。ここベベルドウエストなんでこの辺にこうウエストを絞る加工とかねいろいろやっていきます。まずはこのドブ起こしのペラペラを戻すので糊を塗っていきます。じゃあここに水をつけて足りねえな。戻します。そんでちょっと全体的にね水をつけてこのフィドルのこのウエストの突起の部分をもう少し尖らせるというかこすっておきます。形を作ります。まずはウエストの部分、これベベルドウエストにするんですけどこの部分をね少し削っていきます。この断面がこう斜めになってるんですけどウエスト部分はねその上もう全然わかんないですけどウェルトとソールの間にこう余分な部分があるんですよ。3ミリぐらいここにウェルトが見えてるんですけどこのウェルトをこのソールのね余分な部分斜めに削ってある部分でこう押しつぶして巻き込んでいくベベルドウエスト加工をやっていきます。まずは水ですね。これをつけて柔らかくしてで棒で押しつぶしていきます。こうやって押しつぶすとこうねアッパー側にソールがわずかに倒れていくんですよね。巻き込んでいけるのでこの調子で全部グイグイ巻き込んでいってウェルトを隠しちゃいます。外側もやっていきます。はい、そしたら次はですねちょっと面取りをしようかな。ベルトの今こんな感じです。ここからコバを調整していきます。いやそれにしても恐ろしく地味な作業ですね。いつもの小橋上げよりも地味動画になってるような気がするんですけどなんでだろう。めちゃめちゃね重要な工程で未だにこの正解がね分かってないんですよ。コバ今回ちょっと新しい方法をいろいろ取り入れてみてるんですけどどうしてもねなんか納得いくコバの仕上がりっていうのはかなり難しいんですよね。一流の靴職人の人のコバの仕上がりとか見るとねびっくりしますね。本当にこんなの手で作れんのって思っちゃうぐらいなんていうか均正の取れたもう一切の狂いがないっていう感じでそれをね毎回目指してるんですけどやっぱりねどこかなんていうかブレる均一じゃないところがね出ちゃうんですよね。でも今回は結構レベルアップしそうな気がしてます。で均一さっていうところがかなりいい線いくんじゃないかな。どうかな。
じゃあ次はガラスで削っていきます。濡らして、そんでまたガラス。だんだん小腹しくなってきました。で次コテですね。また水をつけて、この小箱手をかけていきます。ここがコテをね少しかけたところで、ここがかけてないところです。全然違いますよね。このつま先まだかけてないんですけど、今からかけます。ちょっとだけかけました。全然印象変わりますよね。よし、じゃあここでハーフラバーを貼りたいと思います。ハーフラバー、ビブラムの薄いゴムなんですけど、こいつをこのソールの前方部分に貼り付けます。よし、塗りを塗ります。このハーフラバーはここ同じ形に切ってあるので、これにものり塗っていきます。でこの今のり塗った部分、温めるとこれ弾力が出てくるので、貼るときに少しね伸びが欲しいので温めます。はい、温まって結構柔らかくなりました。これを貼っていきます。はい、貼れました。ここね、ぴったり合わせておきました。そんでこれカットします。ゴムはなかなかねガラスがかかりにくい、ヤスリもかけにくいで削りにくいんですけど、一応かかるんでなんとか削っていきます。よし、できた。はい、小刃仕上げが終わりました。まあ劇的な変化はないですけど、それなりに精度よくね仕上がったんじゃないかなと思います。今回このね小刃のこの辺りのこの目付けと小刃のラインという均一さっていうのは結構追い求めたんですけど、なかなかいい感じかもしれないですね。こうやって見た時にこのウィールのギザがかなり均一に見えるかな。見えますよね。どうでしょう。これまだ小刃のこの断面が色入ってないんであれかもしれないですけど、同じウェルトと同じ茶色にしたら結構印象が結構いい感じになるんじゃないかな。こんな感じでウェルト小刃あたりはできまして、でソールはハーフラバーを貼り付けました。でこのフィドルも結構はっきりめに出ました。こんな感じでね、一応ね、全く隙間がないというわけにはね残念ながらいかなかったんですけど、ほぼほぼぴったりサイズでゴムが収まってます。段差も水をつけといたんで、ゴムの厚みと革につけといた水でほとんど段差がない感じになってますね。はい、というわけで小刃仕上げをやりました。
次はね積み上げを久々に動画撮影しようと思います。積み上げ結構ね飛ばすことが多いんですけど、かかとの積み上げ皮を1枚ずつ積んでいくっていうもうさらなる地味作業をまた動画撮影しますんで、よかったらぜひ見てみてください。このアッパーのムラ染めの感じ、この完成の磨きの時にもうちょっといろいろね表情つけようと思ってるので楽しみで早くやりたいですね。というわけで今日は小橋上げこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。うわ鼻がムズムズする。